日は紅茶のバナナケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は紅茶のバナナケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回の紅茶ケーキなんですけれども、中にバナナを入れて仕上げていきたいと思います。さらにオーブンで焼くのではなくて炊飯器で炊飯して仕上げていきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、卵、サラダ油、お水、バナナ、紅茶のティーバッグ、お砂糖。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、今回は紅茶バナナケーキということで、紅茶のティーバッグと、あとはバナナを入れていきます。こちらの紅茶はですね、お好みのものを使用してください。今回私はアールグレーを使っていきます。そしてバナナなんですが、1本使っていきます。今皮付きの状態で約 165g になります。皮を剥いた時もね、計量したいと思います。そして今回はですね、3合炊きの炊飯器でケーキを作っていきます。そしてこの内側にですね、薄くサラダ油を塗っておきます。こちらのサラダ油は分量外です。中に少しね、サラダ油を垂らします。そしてキッチンペーパーなどを使って全体に伸ばしていきます。はい、これで OK です。こちらを生地を作る前に必ず準備しておいてください。それでは作っていきます。まずはじめにですね、こちらのアールグレーの茶葉を出して、そして紅茶を抽出していきます。この器の中に紅茶の茶葉を出します。そしてここにお水を入れてください。これで一度ね、軽く混ぜましょう。紅茶の茶葉にお水をなじませます。はい、OK です。それではですね、こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてください。そして紅茶はこのまま使うまで置いといてください。こちらの作業は必ず一番最初に行ってください。そうすることで紅茶の味わいがしっかりと出て美味しい仕上がりになります。そうしましたら続いてこちらのバナナの皮を剥きます。このように剥いてください。今ね、皮なしの状態で 105g になります。なのでだいたい 100g から 110g ぐらいのバナナを使ってください。そうしましたらこちら適当に手でちぎってボウルに入れます。はい、そしたらですね、ここにふんわりラップをかけます。そしてこのまま電子レンジ 600W で1分加熱します。そうすることでバナナが柔らかくなってさらに甘みもアップします。では加熱します。はい、1分加熱しました。器が熱いのでやけどしないように注意してください。ラップを取り外します。そうするとね、このようにバナナがとても柔らかい状態になってます。そうしましたらこちらをマッシャーかまたはフォークで潰します。すごくね、柔らかくなってるので潰しやすいと思います。そしたらですね、バナナはこのまま粗熱を取ってください。それでは続いて生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして泡立て器で軽く溶きほぐしてください。はい、そして軽く溶きほぐしたらここにお砂糖を加えます。そして手早く混ぜましょう。はい、 OK です。だいたい30秒ほど混ぜてください。お砂糖を入れた後なんですが、手早く混ぜないとお砂糖が卵の水分を吸ってしまってつぶつぶができてしまう時があります。なので必ずお砂糖を加えたらすぐ混ぜるようにしてください。それでは続いてここにサラダ油を入れます。このサラダ油を入れていただくと生地がとてもしっとりとした食感に仕上がります。今ね、サラダ油を使ってるんですが、こちらはですね、米油などで代用していただいても OK です。それでは混ぜます。そしてよく混ざったらここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜます。材料はですね、一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。はい、そしてよく混ざったらこちら紅茶を入れていきます。こちらは茶葉ごと加えてください。そしてこちらもよく混ぜます。そしてよく混ざったらバナナを入れていきます。この時ね、バナナの粗熱が取れてる状態で加えてください。では入れます。だいたいね、人肌程度になってれば OK です。そしてよく混ぜてください。
バナナの潰し具合なんですが、こちらはお好みの潰し具合で潰してみてください。それではですね、続いてこちらにホットケーキミックスをふるって加えます。そして加えたらよく混ぜましょう。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、 OK です。生地の感じはこのぐらいですね。このぐらいもったりとした感じの生地感になります。生地はこれで OK です。それでは今から炊飯器で炊いていきます。それではですね、炊飯器の釜の中に生地を流し入れます。はい、このように入れてください。そしたらね、ちょっとこうやって炊飯器を揺らして表面を平らにしていきます。はい、表面が平らになったらこちらを炊飯器にセットして通常炊飯していきます。それでは炊飯器にセットして蓋をします。そして通常炊飯しましょう。はい、それではこのまま待ちたいと思います。はい、今ね、炊飯が終わりました。それでは蓋を開けます。よいしょ。はい、今こんな感じの状態です。そうしましたら一度竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックします。では中心部を刺します。まだね、ちょっと生の生地がついてきます。なのでもう少しね、再炊飯したいと思います。それではですね、こちらを再炊飯していきます。時間で言うとだいたい30分から40分ぐらいでチェックしていただくといいかなと思います。そちらは炊飯器の種類によって変わってくるので、様子を見ながら調整してください。釜が熱くなって再炊飯ができない時もあります。なのでその場合は一度釜だけ取って炊飯器の中を冷まして、それから炊飯ボタンを押してみてください。はい、再炊飯が終わりました。今私はね、40分炊飯しました。では開けます。じゃじゃーん。はーい、こんな感じでふっくらとした仕上がりになってます。そうしましたらもう一度竹串を刺して、これで生の生地がついてこなければ OK です。そしたらこちら取り出します。ではお皿に移します。まずお皿をかぶせて、そして裏返します。やけどしないように注意してください。よいしょ。はい、では炊飯器を取ります。よいしょ。はい、このようにとても美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これで紅茶のバナナケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後にですね、こちら粉糖をかけました。これは分量外なのでお好みでかけてみてください。では切りたいと思います。はい、このように中はしっとりふわふわに仕上がってます。ふわふわです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。バナナの甘みが効いてて、そして紅茶の香りが広がってすごく美味しいです。そしてすごくしっとりふわふわです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の紅茶のバナナケーキのポイントです。まずバナナなんですが、グラムで言うと皮を剥いた状態で 105g 使いました。こちらをですね、だいたい 100g から 110g ぐらいを目安に入れてみてください。そしてこちらのバナナなんですが、一度電子レンジで加熱していただくことで柔らかくなるのと、あと甘みがアップします。ぜひレンチンしてから入れてみてください。そして紅茶の茶葉なんですが、必ず一番初めにお水と混ぜて、そして電子レンジで加熱して紅茶を抽出してください。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は一つずつ材料を加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラもなく生地の馴染みも良くなります。そして炊飯する時のポイントなんですが、必ず内側にサラダ油を塗ってから生地を流し入れてください。今回の炊飯時間なんですが、お使いの炊飯器によって炊飯時間が変わる場合があります。一度炊飯が終わったら一度竹串を刺して生の生地がついてこなければ OK です。ただですね、今回私がやったみたいに生の生地がついてきた場合は再炊飯してください。この再炊飯もですね、丸々1時間炊飯するのではなくて、だいたい30分から40分ぐらいでチェックしていただくといいかなと思います。この再炊飯する時なんですが、釜が熱くなって続けてそのまま炊飯できない時があります。なのでその場合は一度釜を取り出して炊飯器の中をね、だいたい5分から10分ぐらい冷ましていただいて、そしてまた釜を戻して再炊飯してみてください。釜を出してる時は表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーをかぶせていただくといいかなと思います。そして再炊飯が終わったらもう一度竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックしていただけたらと思います。あとはですね、お好みの大きさに切って召
召し上がってください。今回トッピングに粉糖をかけたんですが、こちらは分量外なのでお好みでかけてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は紅茶のバナナケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。